今日も S6 チャンネルです。嫁に、62キロまで体重下がって、そこから2ヶ月体重をキープできたら、S6 を買ってもらえるって言ってるんですけど、もうそろそろ2ヶ月経とうとしてて、だいたい今7キロぐらいは落ちました。今停滞期に入ってて、全然体重が下がらなくて、で今厳しい状況なんですけど、ずっと耐えて、食事の方も制限かけたり運動とかを頑張ってます。まだ車も契約も何もしてないんですけど、いろいろ小物のパーツを買いあさっていくところです。でまずはじめにこれを買いました。これが何かというと、スマートキーの、ケースになります。で確実に偽物だってわかるんですけど、こういった無限のケースになります。結構しっかりしてますね。でここに付属のドライバーと、こういうやつと、あとネジが来ましたね。はい、まずこれ一つ買いました。で2つ目はこれです。はい、めっちゃ小さいんですけど、ホンダのエンブレムになります。はい、でこの用途としては、このキーですね、キーのところにあるエンブレムをタイプ R 風に赤くできるっていうものなんですけど、でこれと組み合わせてしてやりたいなと思ってます。その次に買ったのがこれです。はい、これはですね、ステアリングのエンブレム、通常だと普通の、シルバーのものになると思うんですけど、あと最後ですけども、じゃんと、このような、ステッカーを買ったんですけど、知ってる人は知ってると思うんですけど、チューニングショップのトップヒューエですね、三重県にある、ショップ屋さんになります。これもちょっと何気なく買ったものなんですけど、限定品ということで、多分ゴールドが限定だと思うんですけど、あったのでそれ買ってました。最後にですね、S6 でみんな言われるのが、リアの方の視界が悪いっていうことなので、いろいろないかなって探してたら、ちょうどいいものがありまして、それがこれですね。はい、ドライブレコーダーなんですけど、ミラー型のやつで、バックカメラで後ろの映像もこのミラーに映し出してくれるっていうものなんですけど、一度これちょっと開封してみようと思います。チャンネル登録よろしく。ちょっと開封していきます。箱自体は結構しっかりしてる作りになってました。中国製ですね、これは。横からスライドして、開けていく感じになります。説明書の方は、全部ちゃんと日本語で、記載されています。で、中身の方は、説明と、あと取り付け方とかが記載されています。一応こちらの音声コマンドも対応しています。商品自体は青みがかったミラーになってます。で中身なんですけど、
シガーソケットから取る、電源になります。では電源の方は USB になります。でこちらの方がバックカメラですね。で結構線の方も長めにあるのでちゃんと後ろまで届きます。でこちらのゴムが付属してるんですけど、こちらがミラーにそのまま取り付けるタイプになって、このゴムで後ろに引っ掛けるようになってます。であと取り付ける金具ですね。であとは本体を拭く布が入っています。中身としてはこのぐらいになりますかね。で本体の後ろ側なんですけど、電源のボタンとあと音声認識のためのマイクがついています。でこの後ろのところで、今のミラーに留める感じになります。でカメラなんですけども、本体よりも結構出っ張ってるイメージになります。でカメラ自体はこのように上下左右少しなんですけど、稼働はできます。でミラーの上なんですけど GPS を挿すとこと、あと SD カードを挿すとこで、あとバックカメラ用の挿すとこと、あと USB の電源ケーブルになりますね。電源になります。でもう最初から SD カードが内蔵されてました。でこちらの方は東芝製の方で32ギガ熱が入っていました。設定、車に装着したんで、仮にちょっと車に装着したんですけど、設定画面がこのように表示されてます。で、思ったよりもスムーズに動くので、安心でした。で、周波数も関東と関西で分けることができます。で、このことによって、LED の信号とかちゃんと映るということです。設定の項目数に関してはこのくらいです。で実際今バックカメラを表示させてるんですけども、ミラーに映ってるバックカメラ指でこうすると移動することができます。でこちらの方はフロントカメラに撮ってるんですけど、ちょっとつけてる車がドライブレコーダーがあったので、ちょっと真正面についてちょっと見えなくなってるんですけども、映像自体は綺麗に撮れてるかなっていう印象です。でこちらの方がバックカメラです。でバックカメラの方が後ろでちょっと簡単に取り付けただけなので、結構揺れがあるんですけど、実際ちゃんとつければもうちょっと振動が抑えれるかなと思います。映像自体の方もちょっと夕方に走ったのでちょっと黄色みがかってたんですけど、ほどほど綺麗に映ってます。チャンネル登録よろしく。はい、ということで実際つけてみたんですけども、ミラー自体は、結構やっぱり日が差してる時は、ほとんど見えないですね。で一応ミラーの方の角度をちょっと変えてみたら結構見やすくなったりします。実際、S ロクに装着してみないと何とも言えないんですけども、画面も比較的綺麗な方で、撮ってる映像の方も綺麗に残っているんで、これでだいたい1万円ぐらいだったので、続々かなっていう感じになりますね。
でまた新しいパーツが届いたので、そっちの方も編集していこうと思うんですけども、ちょっと思ったよりすごいでかい箱できてるので、これからちょっと開封していこうと思うので、ちょっと編集をちょっとお待ちください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。